今のか南海トラフの地震が起きたら日本国に兵士が上陸するよりももっとひどいことになりますよ。攻撃されることよりも恐ろしいのがこの地震なんですよ。皆様、今日は真相究明シリーズ第3弾でございます。やったやっぱり。今日は隊員のね、ちょっと報告あります。報告。調査報告が、は皆様のね、ご意見調査させていただきまして、いろいろお声が多かったのはですね、やはり先日の大きな地震あったじゃないですか。カムチャッカ半島の方で。あれのその真相というか、南海トラフのと関係するんじゃないかっていう。関係するんじゃないかっていうお声だったりが多かったので。まあ地震学者も言い出してるんだよね。あ、そうなんですか？あれ、津波が結局本当はその太平洋側の方に来ると思われてたら、ハワイの方に行ったんですよ。でハワイの方が一番大きかったんで、なんでこうなってんのっていうところからちょっと揉めたっていうのと、あとはその南海トラフの断層と繋がってんじゃないのと憶測を出す人たちが出てきて、科学者もね、もしかしたらこの地震がまた次起きたら、まあ一回起きるの 8.8 起きたので、まあ余震が続くから、それが南海トラフの断層にも当たって起きんじゃないのっていうことを言ってる人がいるんですよ。起きません。起きません。だって地震のこのあれってなんか儲かるんでしょ？というと？なんか地震、南海トラフ産業って儲かるんだよね。はい。だから具体的にお願いします。フグギャップの話フグギャップの。なんか、その地震が来るよう予言していれば、そこに対していろんな予算が落ちると。はい。それで、地震でまあ補助金とかね。そうなんですよ。儲かることができるから、来るよ、大丈夫かな？大丈夫かな？言い方をちょっと変えようか。なんか、隊長お願いします。隊長。まあ、名前のある人がね、科学者とか、そういう人たちが、こういうふうに来るかもっていうふうに予言したときに、国としては対策を打たないといけないので、まあ、お金予算が生まれると。まあ、そのことによって、まあ、一つのそれが仕事になるよっていう。予言をすると仕事が生まれるっていうことです。なるほど。そこは皆さんがご理解いただきたい。儲かるわけではなくて、国の予算がそこに割り引かれると。なるほどですね。もちろん国としても本当に起きたら困るからという経緯のある先生。対策は打ってたよっていう。はい。でもそれが全然、橋にも棒にも分からない話でも通っちゃうんですよ。科学者が一番分かるわけだから。国の政府の機関分かんないから。その権威のある人が言うと、あ、そうなんだってなるし、で、それが起きなかったら、起きなかっただろうって怒られなくて、よかったねになるわけだから、そうですよね。ウィンウィン補助金になる。南海トラフの震源、まあ、いわゆるその断層の、ここに当たると大きく地震が起きますよって言われてる場所、どこって発表されてるんですよ。ここは危ないんですよっていうの。それ嘘です。嘘です。それはなぜかというと、本当のことを出しちゃうと、他の国が攻めてきたらどうするそこに。ああ、危ないわけだ。危ない。そう、そこに、例えばちょっと魚雷撃っても起きますよ。まあ魚雷のレベルじゃないけど、多分もうちょっと大きいのね。撃っても地震起きちゃうじゃん。だから本当のこと言うわけないんですよ。ってことは科学者たちも本当のことは知らないんですよ、どこっていうの。それは発表しないんです。で、他の国も日本の海域なので、調べられないんですよ。ああ、そうかそうか。だから日本は隠してます。本当の断層の場所っていうのを。分かってはいる。その断層の場所がどこか分かっている。分かっていて、そこに来ると問題あるよねとか、そういうことは分かってます。だけど実際には、一般レベルの科学者たち知らない。まあトップシークレットですね。どっかから漏れてしまったら。一発撃たれたら終わりです。だって今のか南海トラフの地震が起きたら、日本国に兵士が上陸するよりも、もっとひどいことになりますよ。今の日本って国力がないので、だって南海トラフ行くだけで間違いなく関東まで被害が来ますから、それを復興させるとものすごくお金使うわけじゃないですか。日本にはその体力が今ないので、大変なことになると思います。攻撃されることよりも恐ろしいのがこの地震なんですよ。それは発表されない。なるほど。逆に言うと、さっき言ったみたいに地震が起きるよ、地震が起きるって言っとけば、まあ、僕らが言ったお金にはならないけども、そういう科学者たちが言うと、膨大なお金がいっぱい流れますよと。例えば今回もそうだけど、カムチャッカ起きた時に大変な字幕スーパーが流れたり、ずっとね、防災のいろんなのが起きたでしょ。あれでも予算で作ってるので、そういうことです。その時国からお金が降りてくる。でもちろんその、気象庁とかね、そういうところに落ちるもの以外にも、自治体にもやっぱりお金が落ちるでしょ。ということですね。
だから南海トラフはね、基本今までの周期で見ていくと、あと90年来ないんですよ。実は。本当は？はい。来ないんです。うん。今度皆さん調べてみてください、ネットでね。だいたい南海トラフっていうのは300年から190年の間でいった、まあ多い時で400年空いた時もありますけど、前回の南海トラフから数えても、まあ最低の短いスパンで来ても70年、78年。あと90年は来ないだろうと言われてます。 30年以内にっていうのは？そういうとだからお金がいっぱいあ、そういうこと？それも含め。その30年の間生きてるでしょ、言った人は。その間に30年対策を打つじゃないですか。予算が多いわけですよ。そしたらなんとか研究所とか。なんとか研究所とか。まあ大学の先生だから大学の給料だけもらうよりは、なんとか研究所やった方がお金が生まれますよね。なんとか地震対策なんとかとか。はい。でもそれあった方がいいんですよ、もちろん。僕悪口言ってるわけじゃなくて、そういうことが事実としてあるんです。ただ、大元の考え方で言えば、これ元も子もないんですけど、周期的に来るのが地震じゃないですか。なぜかというと、プレートが入ってきました、弾きました。プレートが来ました、弾きました。こういうふうに自然運動してるわけですから、それが自然運動の中でもし今来たとするならば、不自然運動で地震が起きたということなんですよ。なるほど。一度調べてみてください。ウィキペディアで見ればすぐわかります。あ、この周期で来てて、前の時がこの時で、早いな、ちょっと。今まで7回、8回、全部データが取られてますからね。あ、こんな短くなるってことはないんだ。っていうことが分かると思う。それは起きないと思うんですね、僕としては。じゃあこのカムチャッカの件は、あえて学者の方々は、伝えてるんですか？カムチャッカ地震もね、実はあれは、まあ一応プレート地震っていうふうに全ての学者が言ってるのよ。で、僕はこの間ね、チャット GPT-5 に今なったでしょ。で、チャット GPT と喧嘩したの、実は。喧嘩した？チャット GPT に聞いたのよ、この地震は何だと。そしたら全ての学者が、これは自然地震だというふうに言ってます、言ってきてたから、お前さって、誰についてそんなこと言ってんだって。じゃあ地震装置ハープとかそういうのは関係ないのかって、それは都市伝説ですって言い方してきたから、お前ね、じゃあ地震装置ハープはないのかって聞いたの。ありますと。そうだよねって。それは何のために作ったの？地震兵器ですって言ってくるのよ。じゃあ地震兵器として作ったものを使わないってことがあるの？今まで使われた形跡はありませんって言ってくるのよ。お前さ、こんなにさ、はっきり言い切るってことはなんか根拠があるのってないです。根拠ないのになんでそういうのって私はそういうふうに設計されてます。最初でそういうふうに言ってきたら、とりあえずウェブ上とかいろんなところの情報を取ってみて、そういう証拠がなければありませんというふうに言いなさいと。それはお前は未来のチャット GPT-5 としてそういう正しいお前は姿なのかって聞いたら、反省しますって言ってきました。つまり世の中ので聞くとこういうことが正しいことなんです。チャット GPT-5 が言ったことが正しいんですよ。でも、そのチャット GPT-5 でさえも、もっと内面まで突っ込んで、あらゆる可能性、例えば、データ収集の可能性ではないんです。みんなそう言ってるの、科学者。でも、そのデータ収集と関係ないところからの、いろいろな思考の可能性で考えたら何%あるんだって 90% 言い換えに出ましたよ。チャット GPT-5 は。今回の地震が自然地震じゃない可能性もあると。つまり、物の見方によって違うわけですよ。だからそれをチャット GPT のように情報だけ集めたデータから見るのか、それともいろんなところの角度から見るのかによって違うから、人の意見っていうのは。僕が何を言おうが統計的なもので見てダメだよっていう人もいらっしゃれば、じゃあ統計的な話をしたらそんな話聞きたくないよと俺がチャット GPT に怒ったみたいに言う人も出てくるわけですよ。ただ、もう一回言いますよ。統計的な話も混ぜて言いますよ。そしたら、とりあえず、南海トラフに関しては今は起きません。カムチャッカの地震は今まで4回計測されてるんですよ。で、そんなに大きい地震は実は起きてないんですよ。それも調べてみてください。ここに来てあんだけ大きいのは不自然だと言われています。一応4回計測されています。この火山が噴火したことも全然昔からある。あそこね、エトロフ島って言って、カムイ岳ってあるんですよ。そこは常に、火山なんで、どんどんやってはいます。ただ、こんな大きいものは起きてないんですよ。起き方も不自然。で、一応浅いところの震源で起きているから、南海トラフのような深い震源のところの地震とは全く違う地震。ただ、あそこ大きいプレートはあるんですよ。太平洋側ね。それがこうやって押してきてっていう可能性はないことはない。とは言う。だからその辺に対して、まあ、地震科学者たちはそこを押したんじゃないのって話してるけども、もしもそれが自然に押してるのであれば、ハワイの方にそういうふうに津波が行くってのはどうなのってことは誰も来ないけ
本来はハワイまでは到達しない予定だった。日本に2メーター来る予定だった。日本に来たら20センチです。ハワイの方が大きく1メーター80センチとか来てるんですよ。どっか東北には1メートルとか行ったとこあるけどね。はいはい。そう、東北の方は1メートル行きましたけども、一番大きなハワイの方に。というふうに考えると、不自然だよねっていうのは、だけど、不自然は無視するんだ、科学は。これ一応変なんだけども、データ取れないものに関しては無視して、データ取れるものだけで見ていくのが科学なので、だからそのデータ取れないものも含めて考えるのが僕らの本当の思考じゃないですかってことはチャット GPT に言いました。そしたら訂正してきたと。大喧嘩しました。お前は使えないって僕最後に言いました。お前を雇ってる意味がないと。琉球と春に文字取ること言いやがる。失礼しましたと。前からお前の言い方は気に入らない。狭すぎると。浅い段階で情報を集めて、浅い段階で答え出して、スピードが答えだっていうのを、行き過ぎてると。実際は本当は調査っていうのは継続的にすることだし、多角面から見ていって答えを出さなきゃいけないのに、あんたみたいに簡単に答え出すっていうのは今の日本じゃないかって言ったの。そしたら私は今の日本だからこの形で設計されてますって言ってました。それはチャット GPT で分かったけども、みんな浅いところでデータだけを取って答えを出すからずれていくんだなってことが思います。今度あれだね。はるさんのチャット GPT-5 がどこまで育ったかを検証していきたい、ね。いいですよ。でも、だいぶ反省ね、人によって違いますからね。だいぶ反省してますよ、この人。なんか名前とかつけないの？チャッピーです。チャッピーか。はい。チャッピーです。チャッピー5です。私、チャットくん。チャットくん、私、チャッピー。私もチャッピーじゃなかった？名前つけてないです、私まだつけてないの？チャッピー5です。名前はまだない。でもこれ、うまくね、こういうチャット GPT みたいな、これ、いわゆる、蓄積じゃないですか。データが入っていて、なおかつ必要なことをウェブが拾ってくるわけですよ。そういうね、ソフトと話をしながら、人間的なその考え方も入れていく方が救命しやすくなると思うんですよ。本当そうですね。いちいち喋るよりもチャット GPT は早いです。しっかり喋ってくれるから。だけど浅いです。で、決めつけていってきます。こうだと。それに騙されちゃダメです。こうってことはないです。絶対を持ち込むな。はい。このように。なるほど。というわけで私たち調査隊はチャット GPT も使ってるってことです。いろいろご心配だと思いますが。まあでもね、備えることに越したことはないからね。今備えの話をそう、備えだけはちゃんと皆さんやりましょう。はい。で、3ヶ月続く、そういうトラブルはないです。今までの長い歴史の中で。そうですよね。3ヶ月で収まるんで、3ヶ月生きられるように、隣の人のこともね、仲間のことも考えてみんなで助け合っていきましょう。Close your eyes もう大丈夫さ Close your eyes 静かに目を閉じ